さあ最終ステージからくり城ですね。からくり城は城内がこの通り似たようなね景色が続いてで非常に分かりづらいのと、広くてね余計なところに行くと何が何だか分かんなくなりそうなので、最短ルートでサクサク行きたいとは思うのですが、進行方向はこっちなんですけれども、まずこちら側によろずや傘とおにぎりが売ってるお店と、そしてもう一軒飯屋さんですね、おまんじゅうが売ってるお店がありますと。お店はね何軒かあるんですけど序盤の方にしかないので、進行方向こっちで、ここが進行方向なんですが、まずこちら側が早く走れるようにしてあげようということで、招き猫違った、すいませんでした。おたふくの効果を持っている町人さんと、こちらパワーをアップしてあげようということで招き猫の効果を持っている町人さんがいらっしゃいます。でも小判投げにしてください。小判投げの方が便利なので。ではここから先に進みましょう。でいきなりボスが現れたんですが、このステージのボスではないです。中ボス的な感じですね。お名前があったかな。背中にね大砲を背負って時々コースからね風船みたいな爆弾をぶん投げてきますが、水風船ですかね。特殊して言うことはないですね。遠距離攻撃も距離は短いので、こっちもね遠距離でポンポン叩いていればあっという間に倒すことは可能です。で入手した鍵はすぐさま使ってしまいましょう。さあからくり城2回歯車が飛んできましたわ。からくりの腰元なんかもね出現し始めますが、ロケットみたいな子。まず先に進む階段はこっちなんですが、まずここに飯屋さんがありまして、この階はねボスがいないんですが鍵のついた扉があって、鍵がないと先に進めなくなってるんですね。でその鍵がここにあるので、これをおしまとう。これを入手しましたらだるまさんも倒して、どんどん当たっていく。ここですね。ここから下に行きますとちょっと落石等もするんですが、よろずや、鎧買い替えたいな。鎧ここで買い替えたいんだったら、なんか適当にね腰元に当たってダメージを受けて鎧を削って買い替えてをすると良いかと思います。こっから先ねまだよろずやあるんですけれども、わらじでパワーアップ等ができなくなるので、そうなんですよね。こっから先ね小判なりが使えなくなるとちょっとねボスめんどくさいんですよね。でここで仮の部屋なのでここから奥に行きます。さあ今度はまたお外に来ましたね。そうか、お外に来るのか。よいしょ。どこだったっけ。端から端に出された感じですね。ここか。左から3つ目で良いようです。女の子もいるし、ベンチーさんなんかもね出てきまして、でこっから先がねちょっと厄介なんですけれども、似たようなルートが上下に長いルートが
5本ぐらい奥に続いてるような感じなのですが、進行方向的にはとりあえず上です。ガンガン上に行ってください。足元とかがね、まあまあうろついているので、よし。でこちらに行き、ここも上に行き、出て、でここが下で進むとよろずやですね。ここがね、確か最後のよろずやだと思うので、買うんだったらここが最後のチャンスだと思います。確かいらないんでしたら、ここじゃないね、こっか。ここから今度下に進んでいきます。これジャンプで段差降りれますので、どんどん降りて、よいしょ、こっち降りていきまして、ここかな、ピンクの方に行って、どんどん下に降りていき、で青いところも下だったかな、下で合ってたような気がします。後ろから人が考え込んでる時に後ろから突撃してこないでください。ここはここですね。ここがボスのお部屋となっておりましてなんか五右衛門らしくない今までと全然違う敵が出てきましたが、こちらがね、ビッグバイパーじゃなくてビッグコアグラディウスのキャラクターですね。グラディウスにもねこういうボスキャラがいたんですが、グラディウスと違ってこのお手手の間等を狙う必要というのはありませんので、ただ後ろに回り込んだりとかはできないので、できないよね。多分ダメージ右端に行ってもダメージ受けちゃうと思うので、ちょっと人が説明している時に待って。なので、真正面からポン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 小判当てて、なんとか倒してください。よし、行きましょう。で、これが問題なんですけれども、3D 迷路の音が鳴ってますが、これね、道のつながりが私もいまいちよくわかんないんですが、最短ルートとしては、右、上、上、右、下、で、ここも下で、確か出れたはず。出れますね。というような感じで、最短で5個でいけるんですが、あとこれ、もう道のつながり分かんなくなりましたでしょ。で、左に行って右に行ったりしても、道的には、つながってんのかもしれませんが、わけわかんないです。でもちろんなんですが、マップとかもないので、私は今どこにいるんだ。どっからどう買えばいいんだろう。しまったな、適当にうろちょろしたから分かんなくなっちゃったな。とりあえず右下狙うか。なんとなく右下に行ってればいいんじゃないかな。黄色いとこら辺から出るんじゃなかった？違うな。オレンジのところか？この辺からか？出るとというように、よくわかんないけど、なんか出れます。最後の部屋がこの色の部屋ということを覚えておけば、なんとかなるかもしれません。どうにもならなくなったら、
頑張ってください。緑のお部屋が元いた場所で、ピンクのお部屋が先に進む道となっているので、それだけでも覚えておけばなんとかなると思います。なんかガクガクしている。よいしょ。なんかすっごいカクカクする。で階段があり、これを上に登るとメタメタに階段登ってきますが、また外に出ますが、これはね手前で良いです。この奥にオンというスイッチがあるので、これをオンにしますと、ここに階段が出現しますので、この階段を降りて、降りると降りるモーションっていうのはないのですが、でこっちかな、ここで再び上りで、ここが確かボスなので、奥にもなんかあったな。飯屋かな、違う、よろず屋ですね。まだよろず屋ここにもあるんだ。傘はないけど鎧とおにぎりはここでありますね。ラスボスはまだちょっと先なんですけど、この上の階がラスボスの間となってますので、招き猫等をなくしたくない場合はここでしっかり鎧を買っておくと良いかと思います。では上の階目指して、ここのボスですね、ここ倒していきましょう。ということで、お手丸ではなく皿人形かな、お皿をねくるくる回して攻撃してくるのですが、このお皿は後の作品の雪姫救出絵巻や桃山に登場する女幽霊であったり津波であったりと違って跳ね返すことができないので、避けつつダメージを与えていきます。敵も動きがふよふよしててで、鉄筋戦だと結構苦戦すると思いますので、招き猫の維持はとても大事になってきます。で、鎧や傘はですね、それらを切らさないように気をつけながら進んでください。では最終ステージの最終回ですね。飯屋さん、ここで回復もできますと。最後は一本道のはずなので、目についた道に入って大丈夫だったかな。よっ、鉄砲隊なんかも倒して、でここがボスかな。ここですね。般若。危ない。あれ、ここ最終部屋だったっけ。こいつがラスボスではないんですが、危ない。敵の場所等が当てづらかったりしますが、レーザーは斜めにしか出してこないので、真横や真下などにいれば問題なく無傷で済ますことは可能です。最悪小離れがなくなっても倒しやすいとは思います。必ずね、止まるタイミングというのがありますので、でも耐久力ありますね。ガンガン攻撃しまして、よし。あとどうなってましたっけ。この奥が本当のラスボスかな。行きましょう。ラスボスです。モアイ武者なんてそんな名前だったっけ。モアイといえばね、グラディウスに登場する敵キャラクターなんですが、攻撃をしてますが、ちっとも攻撃が当たらず突き抜けてしまっているんですが、モアイらしくね、丸いレーザーとかでね攻撃してきますけれども、これです。上のカメラを壊してください。ずれてる。よし、壊して、こちらも壊すと
正体をばらします。こちら、このからくり城の城主、からくり権左衛門ですね。ホッピングをしながら、時代ですね。今の子たちはホッピングなんてするのでしょうか。ホッピングしながら丸いねリング状の輪っかを投げていきますので、リング状の輪っかって同じこと言うだな。レーザーでも何でもない感じなんですかね、これね。投げていきますので、ちょっとね、ジャンプの移動の幅がかなりでかいので、避けづらいところもありますが、白塗りのお顔で、ホッピングなんてしちゃって、ホッピング上手だね。意外とホッピングって難しいのでは？どうだろう？そんなことはないか。攻撃パターンとしてはそんなもんなので、ここまで、突出して言うこともないかな。で時間もね、階段を登ることでリセットされてで、停電時間にはだいぶ余裕があると思いますので、ちょっとよいしょ当たらないよ。よしよし、 OK です。やだーじゃないのよ。じゃあからくり城のお宝もらうよ。だね、言ってまあこの人がここの上司で、このラスボスということで、恵比寿丸がねからくり城にものすごいお宝があると話してましたが、そのお宝いただいていきましょう。これがからくり城の財宝が。何が入ってますやろう、楽しみでんな。それではお宝を買わせてもらいましょうか。なんだ、恵比寿丸にひびが入った。エビちゃん、五右衛門さん、ありがとうございます。やっと元の姿に。いやいや、とんでもありません。しかしなぜあのような姿に？はい、実はからくり城のお殿様に嫁になると迫られ、断ると変身からくりの術であのような姿に。それで男になってたんだね。財宝があるなると長い間五右衛門さんを騙してごめんなさい。何をおっしゃる、うさぎさん。あなたのような美しい方のためなら。ああ、顔。どうなさいました？気持ちかっこよくなってるな、顔。いや、なんでもございません、お嬢さん。それはさておき、これからどうすると？国へ帰ろうかと。そうか、それがいい。本当にどうもありがとうございました。さようなら、五右衛門さん。顔、かっこいい顔でお別れして。ということで、頑張れ五右衛門2、これにて完結となります。恵比寿丸はね、もともとこの姿ではなく、一人の女性だったんですが、先ほど倒したからくり城の城主、からくり権左衛門ですね。そちらの方に、嫁になれと迫られ、断ると変身からくりの術でこの姿に変えられてしまって、で自分一人では五左衛門を倒してからくりの術を解くことが難しいということで、五右衛門に協力を仰ぎたいわけだけど、お宝といって連れてくのが一番、女の子のね頼みだったら五右衛門さんは父として協力してたかもしれませんが、そこの姿になってて、でただ五右衛門は恵比寿丸の名前を知っていたりもしたので、恵比寿丸として結構長いことあれやこれや活動をしていたのかもしれませんが、女性の恵比寿丸ちゃんが男性の恵比寿丸になった後、どういう生活をしていたのかとかはね、特に語られることはないので、詳細は不明となっております。長いことをね、男性の姿で生活していたけど、やっと女性の姿、本来の姿に戻ったので、国に帰りますよということで、ここで五右衛門と恵比寿丸は別れてしまってという感じでね、それぞれの道を行くわけなんですけれども、頑張れ五右衛門2実況の冒頭でも言いましたが、
この恵比寿丸の正体が女性であるというこの設定は公式でなかったことにされておりまして、この次の作品頑張れ五右衛門3にあたる頑張れ五右衛門外伝消えた黄金キセルでは改めて男性の恵比寿丸として五右衛門の前に現れ、五右衛門と共に行動するようになっております。で、同じく外伝に登場する特捜くのいちの八重というキャラクターが、後にね、秘密特捜忍者八重として五右衛門と共にプレイヤブルキャラになって行動を共にしてくれるキャラクターがいるんですけれども、このキャラクターの姿というのが恵比寿丸ちゃんによう似てるというわけで、もしかしたらね、五右衛門2恵比寿丸と恵比寿丸ちゃんを外伝で恵比寿丸と八重というキャラクターにデザインを流用してという感じで作ったのかもしれませんね。実際流用はしてると思います。かつてあった公式サイトで恵比寿悦信さんが新規にキャラを作るのがめんどくさいというような旨の発言をしていましたので、それもあってね、五右衛門と恵比寿丸の出会い等がちょっとふわっとした感じにはなっているのですが、設定は黒歴史になったもののゲームとしてはすごいからくり道中よりもさらに遊びやすく、からくり道中って結構メタメタに難しいのとエンディングがないっていうのもあってで、なんともなんともだったんですが、今作はちゃんとストーリーもあってでやりやすく遊びやすく作られてますので、今でも十分楽しめる作品となっているのでおすすめです。今はね、実機買うしかないので、このゲームね、説明しなかったと思うんですが、セーブ機能がないんですよ。なのでね、一気にクリアするしかないので、実機買うと結構大変な目に遭うと思います。慣れればというか、道順を覚えてしまえば2時間ぐらいでね、さっくり遊べるゲームとはなっておりますので、機会あればぜひ挑戦してみてください。では、最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また何かしらの五右衛門実況でお会いしましょう。では、失礼いたします。あった。ここにお地蔵さんがいらっしゃるんですが、お地蔵さんね、お手手をね、合わせてお辞儀をしてね、旅の無事を祈るというのも良いのですが、このお地蔵さんね、汽船でね、ポンと、キセルじゃないとダメかな。小判投げだと発生しないか。ちょっと誰か、よし、帰ってきた。落石どっか行って。キセルにしてきました。このキセルで殴るとね、このようにね、地獄に引きずり込まれて、ちょっと難しいステージを頑張ってクリアしないといけない羽目になります。地獄からね、脱出するためには頑張ってこの地獄の妖魔たちを倒しながら先に進むしかないのです。一つ目小僧とかね、でもステージの終盤エゾとかに登場したキャラクターたちかなどんどんダメージを食らっていく。もちろんこの血の池は落ちると一撃アウトです。長いな。何長かったっけよっ。でここに鬼さんがいらっしゃるんですが、この鬼をドンと殴ってやると地獄から脱出することができるというとても大変なことになっております。もちろんなんですが、何度だって地獄に落ちることはできます。針の山かな。針山っぽいけど、それには当たっても問題ないんだね。しまった。バグ技かな。このゲームね、画面の一番下のところになんかね、道が細い道が存在してたりするんですよ。透明だったりで見えない道っていうのがねありまして、で足場こういう穴であったりとか水辺であったりをスーってね走り抜けることっていうのが可能だったりするんですが、これねちょっと上に押すとこんな感じに落ちます。本当に細い足場があるような感じなので使わない方がいいんじゃないかな。
ゲームが途端に止まんなくなるから、あまりおすすめはしません。じゃあそんな感じで、頑張りゴエモン2の紹介、これにて本当に終わろうかなと思います。今度ね、機会あったら、恵比寿丸一人旅もね、してみたいですね。ゴエモンさんの力を借りずに、恵比寿丸一人で、お前一人で十分だったじゃねえかというような旅もしてみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。